これは大阪に住んでいらっしゃる女性の方に聞いたんですけど、その方の知り合いで M さんという男性がいまして、その M さんが大学時代に体験した話なんですね。はい。その大阪の大学に通ってたんですけど、M さんと、その仲間みたいなのが、大学の仲間が、いつも4人ぐらいで大体遊んでたんですよ。いつもやることなくて、サークルとかもやってるわけじゃないんで、いつもやることっていうのが、その居酒屋で酒を飲みながら、だからしょうもない話をするみたいなのが、多かったんですって。なんですけど、大学生ですから、お金ないんですよ。でお金ないから、これちょっと、お金ないままこれ続けるの無理だってなりまして、そのメンバーの中で誰かん家の家にお酒を持ってそこでやればいいじゃんっていう話にそうなるわけですよ。で、じゃあ聞いていくわけですね。お前んとこどうつって。いや、俺も実家だから無理。お前んとこどういや、うちも実家だから無理。つって。そこにいるメンバーのほとんどが実家住まいで、無理だったんですよ。で、その中に一人だけ小川っていう、富山から、わざわざ大阪に来て、大学に通ってた。小川のとこ大丈夫って言ったら、うちはいいよ、みたいな。ちょっとこう、のぼーっとしたいうか、結構おおらかで、何でも OK してくれるみたいな方だったんですって。で、じゃあもう、これからじゃあ小川ん家で、これから飲みに行くから、じゃ次から小川ん家の、最寄りの駅で集まって飲み会な、っていうことになったんですよ。はい。小川の住んでいる駅が、K 駅ってとこなんですけども、そこに、みんなで集まったんですよ。そしたらそこの駅みんな降りた瞬間に、ってなるんですよ。その駅、ちょっと特殊で、ご神木がホームの真ん中をズドーンって抜けてて、ホームの屋根のところまで穴が開いてるみたいな、すっげえ変わった駅なんですよ。で、みんな揃って、うわ、何ここって。もう大阪住まいなんですけど知らないんですよ。変な駅、ここ何なんだよって言って、小川に聞いたら、いや、そう、うちそうなんだよって。いや、言えと。こんな面白い情報あるのに、なんでお前言われんだよって言ったら、大阪ってそういうものやと思ってたからね、みたいな感じなんですよ。いや、大阪そういうもんって言うけど、ないよ、こんな他のところで。すごいじゃん、ここ。面白いねって言って、じゃあちょっと小川ん家行こうかってことで、みんなで行くわけなんですよね。で、小川ん家に着いて、言ったら安アパートみたいなところなんですけど、そこに着いて、じゃあ夜飲み会やるから、コンビニにお酒でも買い出し行こうかってことになって、で、4人、お酒買い出しに行くんですよ。で、夜もちょっと更けてきてて、コンビニに行く道中、あれってなるんですよ。コンビニの方向に歩いてる途中に、暗い細道から、ランニングを着たおっさんが逆立ちしてこっちに歩いてくるんですって。おじさん、ランニング姿のおじさんが逆立ちをしてこっちに歩いてくるんですって。逆立ちのまんま。何あれってなって。気持ち悪ってなってんですけど、小川は全然何も微動だにせず歩いてくるんですよ。おい、ちょっと待ってと。あれ見えてるよな、お前って。見えてる。何あれって。いや、ここ最近のよく見んだよね。って言って。そのまま行こうって言って。待ってと。おかしなことが起こってるじゃん、今って。いや、でも大阪ってそういうもんやと思ってたからな、みたいな。いや、大阪どう思ってんだ、お前は、みたいな。でも、変なとこだなっていう感じで、みんなそれなりにちょっと、なんかおかしいっていうからちょくちょくあって、で、そこでいいやと。コンビニ行ってお酒買って、じゃあアパートでみんなで酒盛りしようやってことになって、帰ってきて、本当に酒盛りしだすんですよね。で、その時流行ってたのがウイニングイレブンとかだったんで、サッカーゲームをみんなでやりつつ順番にってやって、酒飲んでたら、かなり夜更けてきて、深夜帯に入るぐらいの時に、いきなり、2階の部屋だったんですけど、1階から階段を登ってくるんですよ。カンカンって。しかもちょっと足早というか、なんか怒ってるような感じで、カンって来て、で、その小川の部屋のところを、ドンってやられるんですよ。うわっと、騒ぎすぎちゃったと。なんか迷惑かけた。これ怒られるなと思って。で、そしたら小川が家主なんで、スーッと立って、で、そこのドアの方行くんですよ。で、そしたらそのドア開けた時に、もうすでにかなり怒った顔のおばさんがいて、なんかおばさん多分住んでる人だなってなって、で、小川はそこ出て、
おばさんと二人で対面して会話してるんですよ。ね、見ててもしょうがないんで、みんななんとなく聞き耳立ててるぐらいだったんですけど、そしたらなんかすげえ叫んでるんですよ、おばさんの方が。で、よく聞いてると、なんかすごい、めちゃくちゃ怒ってるんですけど、小川はなんか言い返してるんですね。あれと、こっちが悪いことしてるから、それで怒ってんだったら言い返しちゃダメなんじゃないみたいな感じで聞いてて、で、結構なやりとりをやってる間に、まあそのおばあさんの方が、くるっときびすを返して降りてって、あ、なんか話なんとなくまとまったんだと思って。で、そのまんま小川もガチャッと開けて戻ってきて、で、そのまんま何も言わずに座ってウィーレ始めたんですよ。いや、ちょっと待って。今のくだり何だったんだと。せめて言えよって。いやいや、あれ最近なんかよくあんだよなって言って。あ、これじゃないのと。今日のことじゃなくてって言ったら、いや、なんか最近、多分下に住んでる人なんだけど、毎日のように、俺の部屋から鉄アレイを落としてる音が聞こえて、気持ち悪い。お前ふざけんじゃねえよっていうのを何回も言ってくるんだよ。ドスーンそう。ドスーンみたいな音です。で、いや、鉄アレイなんてまずないと。で、落とす意味もわかんないじゃんっていうのを言い返すんですけど、いやもうお前はずっとやり続けてるみたいなのを言ってくるんで、なんなんこいつみたいになって、ちょっとまあ毎回言い合いになると。で、結局、なんか言い合いでまとまらずに帰ってくから、まあいつものやりとりだったらしいんですけど、だからもう部屋の中入って鉄アレイないか見てこいよとかもいろいろ言ってるんですけど、いやまあそんないい気持ち悪いよお前はみたいなんで帰ってくると。何なんだろうと思いながらも、まあおおらかな小川なんで、もういいやって思ってそのまんまにしてたらしい。で、それがまた今日も来たっていう。なんだここはと。なんか大家さんに言った方がいいよそれ変だからって言って、そうだな、言った方がいいかもな、みたいなんでまたみんなでウイニングイレブン始めて。まあちょっとその深夜まで酒盛りしながらなんでみんななんか寝たり起きたりとかして回ったりしてたんですって。で、その時にその M さんっていう男性があることに気づくんですよ。小川の部屋見てたら奥にポスターが貼ってあるんですよね。あれ小川あれお前映画とか好きなんって言うんですよ。っていうのも貼られてるポスターがものすごい古いポスターで映画のポスターなんですよ。相当なファンじゃないとまあ知らないようなマニアックなやつで、いや、あれ最初から貼ってあってんって小川は言うんですよ。ってなって、引っ越した時からあれ貼ってあったってことって言ったら、そうそうそう。なんかあったから、そのまんまにしてるって。変だな、お前、やっぱり。おおらかというかね。いや、気にするだろうって。あれなんかさ、変だから剥がしてみようよってなって、で、急にその M さんが言って、こう、剥がそうとするんですよ。そしたら、もう剥がし始めの時に、もう、くっきり色が変わったんです。その剥がしたところが。あ、こう、相当年季入ってるポスターで、やっぱり。長年払ってたってね。これなんか変だぜ、やっぱ剥がしちゃおうぜって言って剥がしてた、ペリペリって剥がしたら、これぐらいの穴がぼっこり開いてるんですって。なんだこれ、おい、やっぱ変なのあるじゃんってなって、で、その穴、こう覗いたんですって。したら、奥にあるのは何があるか見えなかった。暗くて見えなかったんですけど、多分、隣の部屋と繋がってるなっていう穴が出てきたんですよ。何これお前、変じゃんこれ。なんでお前今までこれ気づかなかったの？いや、まあポスター貼ってたしな、みたいな。いやいや、気持ち悪くないのお前。これ多分隣のやつなんか見てたりしてるかもしれないよって言った。まあそっか、まあ大阪だしな、みたいな。いやいや。大阪で全部済まそうとすんなと。これも大家さんに言った方がいいぞって。じゃあ、ちなみに隣誰住んでんのって言ったら、いや、わかんないけど、まあ、でも誰か住んでるよ。いつも落としてるし、って言って。いやー、なんか絶対これおかしいと思うから、でも今日気持ち悪いから、もう戻しとこうっつって。で、ポスターもう一回貼り直して。で、まあ、そのまんま、それはまあ、ほっといて遊んでたんですって。まあ、それも気持ち悪いところもいっぱいあったんですけど、まあ、みんなもう大学生で、小さいこと気にしないんですよね。もう、溜まり場になってくるんですよ。で、普通にもう毎日のようにどんどん遊ぶようになった時に、ある日、その小川は、隣に住んでる人と会ったこともなかったんで、どういう人が住んでるかとか知らなかったんですって。で、やっぱみんなうっすら頭の中に、あの穴の奥に誰がいいんだろうってちょっと気になってたんですよ。で、ある日、その部屋が、窓が開いてて、で、ドアもちょっと開いてるっていう日があったんですよ。あれってなって、開いてるなってなって、で、よくよく考えたら、
空き部屋だったらなんか大家さんがその空気の入れ替えとかするし、まあそういうのやってるのかな。いやでもなんか小川住んでるって言ってたしな、みたいになって、ちょっと今誰も見てないし、入っちゃおうかってなったんですよ。その遊びに来てた、3人が、ちょっと、今誰もいねえし、入っちゃえ、つって、開けたんですよ、ドア。そしたら開いたんですよね。あ、入れる、いけるじゃんってなって、もうこれ、なんかあった時、めんどくさいから、靴のまま入っちゃおうと。逃げられるように、つって。で、そのまんま、もう絶対ダメですけど、こう開けて、入ろうとしたら、入ろうとした時にちょっと手ついたんですって、床に。したらすごい埃がついて、あれ住んでなくねこれって。こんな埃絶対被らないよねってなって、でも住んでるって言ってたよねみたいになって、みんながちょっとざわついてくるんですよ。いやでもさ、あの穴のやつやっぱ気になるじゃん。行こうぜってなって、いいよ行こうっつって、そのまんま部屋真っ暗なまんま、みんなで入ってったんですよ。で、そしたら、その小川の、ポスターが貼ってある壁の、まあ、真裏ぐらいのところについて、いや、この辺だよなって言った時に、壁に丸い穴がポンってやっぱりあったんですよ。ああ、これだ。こっちからあっちどうやって見えてんだろうとかって、覗こうとみんなテンション上がってしたんですよね。そしたらその瞬間に、ある一人の男が、うわーって言うんですよ。なんだこれって。で、まだ覗いてないんですよ。覗いてもいないのに、すげえ叫んでて、何って言ったら、お前下見ろって言われて、下見たら、その穴が開いてる下のところに、なんでだかわかんないですけど、写真が一枚ポンって置いてあって、でその写真っていうのが、草原の中に椅子が一脚置いてあって、でその一脚の椅子に外国人の女の子が赤いワンピースを着て座ってるっていう、謎の写真がポンって置いてあったんですよ。で、それ見て、何かはよくわかってないけど、ここにあるの絶対変だってなったんですよ。住んでいないにしてもここにあるの変だし、住んでいたとしても変だし、なんだこれってなって、その、まあ、叫び声でみんなパニックになっちゃって、出ろっつって、ブワーってみんな逃げてったんですよね。で、そしたら、まあ、その、逃げていって、まあ、結局、何があったとかではないんですけど、やっぱりお前隣の部屋誰も住んでねえぞあれってなって、で、小川にそのことを話したら、そうと。いつも音とか聞こえるけどなってなるんですよ。まあでもいいやっていうか、いいやじゃ、住めるしいいやなのかなみたいになって。で、まあその変なこともあって、みんなでもそこをもう気にしなくなってくるんですよ、また。その時間が経つたびに。気持ち悪いなっていう思いはあったんですけど。まあ結局その後、その部屋が住人が住んでいる住んでないっていうのも、小川めんどくさくて確認してなかったんで、わからないし、その、下の階にいた人が言っていた鉄アレイが落ちてくるっていうのも何だったのかもわからないし、謎だらけなんですよ。で、誰も住んでない部屋なのになぜそこがまず開いていて、しかもその、穴の下に一枚の写真が置かれてたのかも何もわからない。すごい変な話なんですよね。で、まあそれがすごい印象に残っているということで、M さんはお話ししてくれたんですけど、それとは関係あるかわかんないんですけど、その後変なことが起きて、っていうのが、その、K 駅、まあその小川の家の最寄り駅ですね。で、そこである事件が起こるんですよ。で、その事件っていうのが、まあ簡単に言うと人が亡くなっちゃうような事故があったんですよね。で、その亡くなった人の、その生きていた状態というか、どういう経緯でそこで、亡くなっちゃったのかっていうのを調べてったら、なんでだかわかんないんですけど、その方が、そこで亡くなる前のやっていたことっていうのが、だったんですよ。自分が亡くなる前にやっていたをしていたことの凶器っていうのが鉄アレイだったんですって。鉄アレイを凶器にしてる事件ってそんなにないじゃないですか。小川が住んでいたところの近くだったりとかってこともあって、なんか鉄アレイとそういうのも何か結びついてるのかもしれないなっていうので、
それが結構近年起こった事件だったので、はいはいはい。それを見たときに、M さん、ああ、そういや、こんなことあったっていうふうに思い出したんですって。で、僕、そこ行ってみたんですよ。今もあるんで。はい。行ってみたら、変なマンションというかアパートで、うん、そこの、小川がいたっていう部屋のところの2階に、なんでだかわかんないですけど、どでっかい、壁にですよ。壁にどでっかい鏡みたいなのがあって、鏡置くの変じゃないですか。要はマンションみたいなところあるじゃないですか。はいはい、そこの、壁にいきなり外側に鏡があるんですよ。しかも2階だからそれ何を映すんだって。まだ1階だったらね、まだその高さ的にとかわかりますけど、2階のところに鏡があっても姿鏡みたいなのがバーンとあって、で、そこに、まあ、その、部屋っていうのも未だに存在してて、そこもなんか今もう空き家なのか何なのかよくわからないんですけど、ずっとなんか、あり続けていると。